皆さんこんにちは、アンリです。今日は日経平均が終値で史上初めて6万円台に到達し、ファナックやキーエンスといったフィジカル AI 銘柄が相場を顕微したフィジカル AI 相場合法を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月27日月曜日の東京株式市場で日経平均株価の終値が前週末比821.18円線高、上昇率にして 1.4% 上昇の6万537.36円となりました。終値ベースで6万円超は史上初です。さらに驚くべきは2025年10月に日経平均が初めて5万円台に到達してからわずか半年で1万円も上昇したという事実で、これは史上最速の大台代わりです。今日のニュースの主役は AI 関連の中でも実際の機械や工場で使われるフィジカル AI、つまり産業用ロボットセンサーモーターを作っている日本企業群でした。前週末に高決算と自社株買いを発表したファナックがストップ高、キーエンスもストップ高、産業用モーター大手のヤマヨー電機が 17.73% 高、減速機の世界トップシェアを持つハーモニックドライブシステムズが 16.45% 高、X 線分析装置大手の理学が 14.50% 高と、フィジカル AI 関連銘柄が軒並み大幅高となりました。それではなぜ今フィジカル AI 銘柄が日経平均6万円突破を引っ張っているのか、何が背景にあって私たちのライフプラン、投資戦略、キャリア設計にどう関係するのかを整理してお伝えします。まず日経平均6万円台到達の数字をきちんと押さえておきましょう。2026年4月27日の日経平均株価は終値で6万537.36円、前週末比で821.18円前高、上昇率 1.4% となりました。年初来からの上昇率は約 20%、年間ベースでは前年同期比でおよそ 40% の上昇です。これは日本市場の歴史の中で1989年のバブル期の最高値38,915円を終値ベースで完全に過去のものにしたタイミングに相当します。日本人にとっての失われた30年がついに数字の上で乗り越えられたという象徴的な日でもあります。特に注目すべきは5万円から6万円への駆け上がりが史上最速であることです。2015年10月に日経平均は初めて5万円台に乗せましたが、そこから6万円までかかった期間はわずか半年です。過去の大台代わりを見ると1万円から2万円までは6年、2万円から3万円までは34年もの時間がかかっていました。それが今回は半年で1万円。日本株市場にこれほどの勢いが出たのは戦後でも記憶にありません。背景には3つの構造変化があり、それぞれが AI、ロボット、半導体という今最もホットな領域に直結しています。それでは4月27日の主役だったフィジカル AI 銘柄を整理してみましょう。まず最も注目されたのが産業用ロボット世界最大手のファナックです。ファナックは前週末の決算発表で2026年3月期の最終利益が前期比2倍の高決算を出し、同時に過去最大規模の自社株買いを発表しました。これがフィジカル AI 相場のスタート地点になり、4月27日の取引でストップ高というのは1日の値動きの上限まで買われた状態を意味します。次に動いたのがセンサーと自動化機器の世界最強企業キーエンスです。キーエンスは先週末に高決算を発表し、そのが週明けの27日にストップ高となりました。3つ目が産業用モーターメーカーのヤマヨー電機で 17.73% 上昇しました。 AI 時代になればなるほどデータセンター用の冷却ファンや精密モーターの需要が爆増するという物語が市場に刺さっています。4つ目が減速機の世界シェア 50% を誇るハーモニックドライブシステムズで 16.45% 上昇。減速機はロボットアームの関節に必ず入る部品で、ロボット普及のたびに需要が増えます。
5つ目が X 線分析装置大手の理学で 14.50% 上昇しました。半導体製造の品質検査で理学の装置がほぼ独占的に使われており、 AI 半導体ブームの直接の恩恵企業です。ここでなぜフィジカル AI なのかを整理しておきます。これまでに2024年から2025年の AI 相場の主役は NVIDIA、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンといった AI モデル&クラウドのソフトウェア側でした。ところが2026年に入ってから市場の関心は急速に AI をどこで動かすか、 AI が物理世界に出てきて何をするかへ移っています。これがフィジカル AI です。具体的には産業用ロボット、データセンターのインフラ、自動運転、ヒューマノイド、医療機器、これら全部がフィジカル AI の対象です。日本企業は AI モデルでは米中に水をあけられていますが、ロボットセンサー、モーター、減速機、分析装置、電子部品の世界では今でも世界トップシェアを多数持っています。フィジカル AI ブームは日本企業が再び世界の主役に戻れる絶好の構造です。それでは私たちの投資ライフプランキャリアに与える影響を3つの視点で整理します。1つ目は新 NISA を活用している家計への直接的なインパクトです。新 NISA の主力商品である日経平均連動投信、トピックス連動投信、全世界株式、S&P500 の4本柱のうち日経平均連動商品の評価額が一気に上昇しました。同じ全世界株式を持っている人も日本株比率を通じて間接的に恩恵を受けています。今年から新 NISA をスタートした人は含み増しが想像以上に大きくなっている可能性が高いです。2つ目はフィジカル AI 関連株の主役交代です。これまで AI 関連株イコール NVIDIA とマイクロソフトというシンプルな図式が2026年に入って AI 関連株イコール AI モデルプラス AI クラウドプラス AI 半導体プラス AI ロボットプラス AI センサープラス AI モータープラス AI 減速機プラス AI 分析装置という多層構造に変わりました。つまり関連銘柄が桁違いに増えています。日本株においてもファナックキーエンス、ヤマヨー電機、ハーモニック理学に加えて SMC、信越化学、東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテストなど銘柄マップが一気に広がります。3つ目は半導体ロボティクス業界のキャリア価値が急騰することです。日経6万円突破の主役がものづくり×AI だということはエンジニアにとっても良いニュースです。 AI 時代のキャリアといえばチャット GPT のプロンプト作成、 LLM チューニング、エージェント開発が話題ですが、現場で物を動かす AI を設計できる人材、つまりロボティクスエンジニア、組み込みソフト技術者、メカ機械エンジニア、半導体プロセスエンジニアの市場価値は今後 3,5 年で大幅に上昇します。文系の方もフィジカル AI 企業の経営企画、マーケ営業の役割が一気に増えるので、業界知識を仕入れておく価値は十分です。それでは私たちが今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目は保有している投資商品の中身の確認です。新 NISA やiDeCo、確定拠出年金、企業型 DC、こういった商品の中身を一度開いて、日経平均連動の比率とフィジカル AI 銘柄の組入れ比率を見てみましょう。日経平均 ETF を買っている人は自然とファナックやキーエンスの恩恵を受けていますが、トピックス型や全世界株式の場合は比率が違います。中身を理解すると、これからの相場で何が伸びれば自分の資産が伸びるのかはっきり見えるようになります。2つ目はフィジカル AI 銘柄のウォッチリストを作ることです。具体的にはファナック、キーエンス、SMC、信越化学、東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテスト、ハーモニックドライブシステムズ、ヤマヨー電機、理学といったAI 時代に物を動かす日本企業を10銘柄ほどお気に入り登録しておくと、毎日のニュースの解像度が一段上がります。投資するしないにかかわらず、視点として持つだけでもキャリアやビジネス判断に効きます。3つ目は
AI の使い方をソフトプラスハード両面で意識することです。日々の業務でチャット GPT やクロードを使うときに、これからは AI で物を作る、AI で設備を動かす、AI で現場を効率化するというフィジカルな用途も意識的に試してみてください。例えば 3D プリンター、CAD、ロボット制御プログラム PLC といった現場ツールと AI をつなぐ事例が今年から急速に増えています。仕事の中でフィジカル AI に触れるチャンスを意識すると5年後のキャリアに大きな差がつきます。最後にもう一度ポイントをまとめます。一つ目、日経平均が史上初の6万円台に到達し、5万円から6万円までわずか半年という史上最速の大台代わりとなりました。2つ目、今回の相場の主役はファナックキエンス、ヤマヨー電機、ハーモニック理学といったフィジカル AI 銘柄であり、 AI が物理世界に出てきた時代の象徴です。3つ目、私たちは新ニーサの中身確認、フィジカル AI 銘柄のウォッチリスト作成、ソフトとハード両面での AI 活用、この3つで時代の波に乗っていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。